こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。すごくね、優しい雰囲気のイラストですよね。天愛さんの作品で、タイトルは夏の潮石ですかね。この絵は私が最近創作の停滞期を突破して作り上げた作品です。人物が草地で木陰に覆われた雰囲気を試してみたい。手に持っているジャスミンは彼にとって象徴的な花だ。しかし髪の色と花の色が似すぎていて、2つの部分の色を分離できなかった。色相と明度を変えてみたが、元の色よりも効果が悪かった。髪飾りの花のように描き終わってもよく見ないと見えない。翻訳ミスで申し訳ありませんが、私が言いたいのはジャスミンは彼の代表的な花だということです。さらに私の絵全体で重点をどう引き出せるのか分からず、少し離れてみると主要人物が見えないのですが、人物にはあまり目立って強調できるような色がないので、拡大すると元の雰囲気を壊してしまいそうです。先生、雰囲気を壊さずに主要人物を引き立てる方法と、これらの花をもっと自然に見せる方法をご教授いただけませんでしょうか。遠慮なくお願いします。ということで、はい、天愛さん、添削のご応募ありがとうございます。全体的にね、とても優しい色合いで、雰囲気がとてもいいイラストだと思いました。はい、優しい木漏れ日がね、差し込んでいて、キャラクターをね、ふんわりと照らし出しているっていう、書きたいこともね、すごくはっきりとしていて、目指そうとする絵の方向性もしっかりと伝わってきます。はい、素晴らしいです。では、どのように添削していくのかというと、本人もおっしゃっているように、キャラクターが際立っていないことですね。少し目を細めたり、離れたりしてみると、キャラクターが背景にね、こう埋もれすぎてしまって、パッと見目立たないというのがあると思います。かといってキャラクターに目立つ色がとりわけあるわけでもないので、その色を強調するわけにもいかない。どうしようと天愛さんは悩んでしまったわけですよね。なのでこの状況からどうやってキャラクターを際立たせることができるのか、地味な色合いの中でどのように見ている人の視線を引きつけるのかについてお話ししつつ、添削を進めていこうと思います。はい、気にされている髪飾りがよく見えない問題についても解決していきますよ。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。まずですね、もう最初に核心部分に触れていくんですが、この絵のキャラクターがいまいち目立たないのはですね、この絵に暗い色があんまりないからです。はい、キャラクターの髪の毛が白で、明るい色はあるものの、このね、明るい色が目立つようにするには、それを引き立たせるための暗い色が隣になければいけません。比較的ですね、この辺が暗いかなとは思うんですが、でもね、この辺りのこう緑色があんまり暗くないので、このせいでですね、全体的にぼやーっとしてしまってキャラクターが引き立たないということが起きてしまっていると思います。なので一旦背景をですね、暗く落としてみようと思います。やってみます。はい、背景をですね、一旦暗くしました。こうすると単純に中央にいるキャラクターの明るさが際立ちますから、キャラクターがね、こう単純に目立つようになりましたよね。いや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 、確かに目立つようにはなったけど、やりすぎなのではって思いました。はい、あなたの感覚正しいです。確かにね、これじゃやりすぎです。中央が明るすぎ、そして背景が暗すぎ、中間調がなさすぎです。かなりね、極端な画面になっちゃいましたよね。なのでここからその間の色、中間調を埋めていくんです。ただね、今一旦やったことを理解してください。目立たせたい部分を明るくする、そしてそれを強調するために周りの部分を暗くする、この大原則を覚えておけば、うわー描いてみたけどなんか目立たないよという迷いはほぼ完璧に払拭することができるんです。だって目立ったでしょ。そうなんです。一旦極端にこのように明暗さをつけてあげて、でやりすぎたなっていう部分を中間調を使って違和感なく整えてあげるんです。それでは今よりも少し明るめの葉っぱを描き込んでいってみましょう。まず簡単にシルエットだけで OK。 やってみます。はい、こんな感じ。暗いところに比べてちょっとだけ明るい葉っぱを描き足しました。はい、少しだけね、背景が持ち上がりましたよね。注意なのは、まだ一枚一枚葉っぱを丁寧には書き込まないこと。これね、最初から一枚一枚丁寧に描いていくと、明るさと暗さのバランスのところまで気がね、回らなくなってしまうので、一旦は今描いたようにシルエットだけで描いていってみましょう。また細部の書き込みには気を配りません。一旦シルエットで描いた上で、今度は明るい葉っぱも作っていってみましょう。やってみます。
はい、こんな感じ。全体的に暗く描いて、そしてそこに光が当たっている明るい葉っぱを描き入れてあげる。この順番で描いていくと、明暗のバランスを整えやすく、かなりね、思い通りに絵作りができるようになると思います。はい、さっきも言ったようにポイントは思い切って暗い部分をもう最初に作っちゃうこと。最初にねいきなり暗い部分を作るのってちょっとね怖いとは思うんですが、ポイントはねそこなんです。一旦思い切って暗い部分を作ってあげないと、その上に中間調、そしてハイライトの部分を乗せていっても、あんまりねこれが生きてきません。一旦思い切って暗くしてそこから持ち上げてくる、この書き方をね意識してみてください。この考え方ができれば作者さんが抱えている問題の半分は一気に解決するはずだと思います。さあ一旦ね花を暗くして潰してしまったので、改めてジャスミンの花描いていってみましょう。でですね、ちょっと地味に気になったんですが、この絵に描こうとしている花、ジャスミンで合ってるんですよね。ですね、ジャスミンの花調べてみると、このように5枚の花弁がある花なんですが、作者さんが描いているのはちょっとねこう白いバラのような、なんかそんな花のように見えます。これどっちが正しいんですかね。はい、ちょっとわかんないんですが、コメントではねジャスミンってはっきり書いてあるので、今回はねこの写真のような5枚花びらがある花を想定して描いていきますね。はい、さっきと同じように花のざっくりとしたシルエットから撮っていきましょう。こうです。はい、花のシルエットを描いてみました。ただこれだけだと全体的に明るすぎて、かなりね平面的な印象になってしまいますので、あまり目立たせたくない画面の端っこの部分は影にしていくのがいいと思います。はい、ここはねそんなに目立たなくてもいいというところを影に沈めていきましょう。こうです。はい、こんな感じですね。で、この影色なんですが、ちょっとね、青みがかった暗い色を入れてあげると、コントラストがはっきりついて、光が当たっている部分がすごく際立って見えると思います。はい、さっきですね、葉っぱを描いていくときには、暗い部分を描いて、で、そこから明るくしていきましたが、花びらを描いていく場合にはね、固有色がこの場合は白なので、その場合、いきなりね、暗い白を想像するっていうのは結構ね、難しいと思います。なので、その場合は逆で OK。まずは明るい白で、全体的なシルエットを描き入れていって、で、その後で暗い白を入れてあげる。モチーフによってね、明るい部分、暗い部分、描きやすさの順番は違うと思うので、そのモチーフの固有色によって順番を決めていってください。さて、花びらにざっくりと陰影をつけましたが、もう少しね、細かい陰影をつけてみましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。一枚一枚をね、もっと丁寧に描いていけば、さらに繊細な花びらを表現することはできますが、今回はね、あくまで添削なので、一応雰囲気がわかる程度に書き込んでみました。あとはね、花びらの中央に黄色いおしべとかめしべとかをね、入れてあげると、さらにそれっぽくなると思います。やってみましょう。はい、こんな感じ。一旦背景の調整は以上となります。今ね、キャラクターには一切手を入れていませんが、どうでしょう。これだけでも結構中央のキャラクターが際立つようになった感じ。はい。しませんでしょうか。キャラクターが画面から浮き立たずに沈んで見えるのは、実はね、半分は背景の色のせいだったりします。特にね、最初に言った暗い色を思い切って暗くしてあげること、これでかなりキャラクターを浮き立たせることができるので、このポイントぜひ覚えておいてくださいね。はい、そうは言ってもさらに半分のポイント、ここもね結構大事なポイントです。まだ安心しないでくださいよ。ここでようやく半分です。今からお伝えするもう半分のポイントを同時に押さえることで、あなたの絵の魅力をさらにググッと高めていくことができます。後半戦いってみましょう。この絵のキャラクターがいまいち目立たない原因、その理由の半分はこういうですね、この線ですね。こういったこの線って絵を見やすくしてくれる味方になってくれることが多いんですが、線の特性をね知っていないと、逆にね線で絵が見にくく邪魔になってしまう厄介な存在になることがあります。この絵でもですね、かなり線が邪魔してしまって絵を見にくくしている、そういう線があります。その一つがですね、この花を表すこの線ですね。このちょっとごちゃごちゃしてしまっているこういう線、
ここもそうですね。ここもそうです。こういったところも多分そうだと思います。この線ですね、全部黒で描かれてるんですが、黒い線がこうごちゃごちゃっと、それだけで人の目を引きつけます。それによってこの視線がですね、かなりですね、こういう部分に集中してしまっているんですね。作者さんはですね、キャラクターに目を向けてほしいのに、その意図に反して線が密集しているこの辺りにこう視線が集まってしまっている。これがですね、今日のもう半分のポイント。線を整理することで絵を見やすくしようというポイントです。はい。そしてそれと同時にですね、こういうね、この光の入り方ですね、こういうところ。はい。この辺もですね、ちょっとその感じがあります。こういう風にですね、細かく葉っぱのようなシルエットで光が入っているんですが、陰影がですね、ちょっとこうごちゃごちゃしてしまうことで、絵が見にくくなることがあります。これもね、同時に整理していくことで、一気にキャラクターが際立つようになると思います。はい。じゃあまずはですね、一旦ちょっとこの辺り、髪の毛あたりの鼻の線、そして顔に乗っている鼻の線、それと細かい葉っぱの陰影、これがね、ちょっとこう邪魔になってしまっているので、この辺りを整えていってみましょうか。まずは髪の毛の明るさを明るくしつつ、見え方を整理していきます。はい、こんな感じ。この髪の毛の上にあったね、花も、花びらを5枚にする予定なので、一旦ね、花自体は消してしまいました。後で描き入れるので心配しないでください。あと、ついでに肌色の明るい部分も調整していきます。はい、こんな感じ。そして、暗い部分も整えていきます。顔に乗っている花も一旦消しちゃいます。はい、こんな感じ。さあ、髪の毛と肌の明るい部分を整えたので、今度は髪の毛の暗い部分も整理していってみましょう。もうちょっと暗い部分を作ってあげても、部分的にいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じ。一旦こんな風に明るい暗いのバランスを整えた上で、そこからさらに見やすくなるように線で上から整えてあげると、形がすっきりしてキャラクターが際立つようになると思います。やってみましょう。はい、こんな感じですね。そしてさっき消してしまった髪の毛に乗っていた花も描き足しましょうか。ここも他と同じく5枚の花びらの花を描いていきますね。やってみます。はい。で、一旦ですね、白でシルエット取ったんですが、はい。これですね、わかりますでしょうか。これね、作者さんが言った通り、白の上に白で描いているので、もうなんかよくわかんないですよね。はい。それはね、当然のことです。こんな時にどうすればいいのかっていうと、はい。影ですね。この花に影を落とすことによって、花のシルエットを浮かび上がらせて、白の中にあっても白の花の存在感を強めることができます。はい。やってみましょう。こうです。はい、こんな感じです。ものすごく目立つわけではないんですが、しっかりと花の存在感を感じるようなバランスになったのがお分かりいただけると思います。同系色の中にあっても、このようにしっかりね、影を落とすことによって、花の存在感を高めることができます。添削前の花びらがなんで目立たなかったのかというと、これね、影の付け方ですね。
こんな感じで鼻のシルエットを強調する形ではなくて、上から差し込む木漏れ日の方のシルエットを強調してしまったので、そのせいでこの鼻のシルエットが目立たなかったというのが原因になると思います。はい、どっちの陰影を優先するのか考えてみてください。木漏れ日の方をね強調したければ元のままでもいいですし、そうじゃなくここに髪飾りがあるんだよということを見せたければ、花びらのシルエットを強調するような、そういうね陰影を優先することが大事です。はい、あとですね、これは完全に好みなんですが、目の色をですね少し派手にしてあげてもいいかなと思いました。これはですね僕の好みなので、気に入らなければ無視しても OK です。試しにやってみます。はい、こんな感じ。全体的にサイドが高い色がないですが、目だけをねピンポイントでこのぐらい鮮やかにしてあげると、全体の雰囲気は壊さずにちょっとしたアイキャッチになっていいかもしれません。さて、目、鼻、口周り、線もねちょっと整理していきます。はい、こんな感じ。あとですね、服の方にも少し木漏れ日の光落としてあげてもいいです。肩あたりも少しだけ明るくしてみましょうか。やってみます。はい、こんな感じで、さらに明るいところを描いたら、暗い部分ももう少しだけ暗くしてメリハリをつけていってあげましょうか。こうです。はい、服にも明るい暗いのコントラスト差がついて、メリハリのある立体感がついたと思います。それと光が当たっている部分を強調したい場合には、光が当たっている際の部分に少しねサイドが高い色を置いてあげると、なんか光っている感じを表現することができると思います。こんな感じ。はい、こんな感じですね。ちょっとした赤い色を光の周りにふわっと乗せてあげました。これがあるのとないのとでちょっとねこう雰囲気が変わりますよね。はい、といったところで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。さらにね雰囲気はそのままに、メリハリがねついてキャラクターに目がいくのがお分かりいただけると思います。はい、今回はキャラクターが目立たない場合には、周りの色を暗くしたり、線や陰影を整理することが大事だよという話をしてきました。またメリハリをつけるやり方は結構ねいろいろと場面によってやり方があって、例えばこちらの動画、気まぐれ添削196、商業クオリティにするにはどうすればいいの、でも画面にメリハリをつけて絵の魅力を高める方法を学んでいただけると思います。こちらも見ていただけると、さらにあなたの武器が増えて絵作りがしやすくなると思いますよ。ぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。